こんにちは、オズビーです。今回は昆布を使った一番定番なコップン製造機の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。一部ブロックやハーフは燃えるものを使用しないので、お好みの素材で作成いただいても大丈夫です。材料数は今回作成する5台分の数になり、拡張する場合はその分増やしてください。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では最初に装置を作成するにあたり、注意する点をご紹介しておきます。今回のコップン製造機を作成する際には、事前にチャンクを調べておいてください。チャンク内に収まるように作成しないと、砂が抜け落ちたりなどの不具合が起こります。作成する際には必ずチャンクの境目を調べて、チャンク内に作成するようにしましょう。チャンクの境目がわからないという方は、座標を計算できるツールなどがございます。ツールを作成してくれている方の URL を、概要欄に載せているのでぜひそちらを参照ください。また装置から離れる時やゲームを終了の際には、必ずレバーを下げて装置を停止させてください。こちらも同様に不具合の原因になりますので、くれぐれも装置の停止は忘れないようにしましょう。では作り方の紹介に移りたいと思います。今回は5個分の装置の大きさで作成するので、作成範囲は縦6マス×横7マスの範囲で作成します。まず最初に縦方向にブロックを T 字の形になるように設置しましょう。設置したら真ん中のこの部分は壊します。壊した箇所に正面側からリピーターをこの向きで設置。真ん中のブロックの正面側にトーチを1つ設置。背面側にはレッドストーンダストを2つ設置します。そうするとクロック回路が作動して点滅します。正面側の上のブロックにレバーを設置して、レバーを下げて点滅を止めておきましょう。背面の2つのレッドストーンダストの右側に、それぞれ5つずつブロックを設置しておきます。正面のトーチの右にも同様にブロックを設置します。一番背面のブロックの上にレッドストーンダストを設置します。レッドストーンダストの前に正面を向くようにして、粘着ピストンを設置しておきます。粘着ピストンの粘着部分の前に砂を設置します。ピストンの伸びた部分の上にも砂を設置します。今設置した上の砂の周りを囲うようにして、ブロックをぐるっと一周設置しておきます。正面右側の下の部分にも、真ん中を開けた状態でブロックを設置。レバーの下とその右側を一段掘って、その中にラージチェストを設置します。ラージチェストの右側に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。そのホッパーに接続するようにして、しゃがみながらホッパー4つを設置します。ホッパーの上には砂をめがけてそれぞれ、コンポスターを設置しておきます。コンポスターの上に接続するようにして、しゃがみながらホッパーを設置します。正面側を開けて砂の周りのブロックの上に、もう一段追加でブロックを設置します。今設置した砂の後ろのブロックの上に、正面を向くようにピストンを設置します。ピストンの上に追加で一段ブロックを設置します。両方の側面のこの部分にも同じ高さになるよう、それぞれ高さ2段でブロックを設置しましょう。真ん中1マスを開けた正面側に、反対と繋がるようにブロックを設置。今設置したブロックの下側に、それぞれボタンを設置しておきます。一番上にあるホッパーの上にも、しゃがみながらボタンを設置します。上の真ん中部分にそれぞれ水を流していきます。水を流した上部分にハーフブロックを設置します。砂の上にそれぞれ昆布を設置しておきます。背面側に回って、このブロックの背面にトーチを設置。トーチの上にブロック、トーチ、ブロック、トーチの順番で設置していきます。ピストンの下部分にブロックを5つ設置します。
今設置したブロックの上にレッドストーンダストを設置します。これで骨粉製造機は完成となります。使い方は正面のレバーを上げれば、このように昆布がピストンで刈り取られます。それをホッパーで回収してコンポスターに入り、溜まった骨粉がチェストに溜まっていきます。あとは装置の近くで待機しているだけで、大量の骨粉を入手することができます。では次はよくある不具合の直し方を説明します。よく聞くのが装置を動かしている途中に、死んでしまったや離れすぎた時に起こる現象です。一番左はしっかりと動作しているのに、右側4箇所は昆布が成長しなくなっています。こういう症状が出てしまった場合は、一度装置を停止させましょう。そして装置右側に行ってみるとこんな感じで、地面に砂が抜け落ちてしまっています。この装置は砂が落ちる場所がなくなると、昆布の成長が停止してしまいます。そんな時は一番最初にこの砂を取り除いてあげましょう。その後に抜けた砂や昆布を戻してあげることで、こんな感じでまた昆布が成長を始めてくれて、装置の不具合も治ってまた動き始めます。そういった不具合の際は、まず下の砂を取り除きましょう。こんな感じで砂が落ちる場所が必要なので、この部分にはブロックは設置しないようにしましょう。またこのように昆布が抜けてしまっている場合は、まず先ほどと同じように下を確認してみます。下を確認しても砂が落ちていない場合は、ただ単に昆布が抜けてしまっているだけです。そういった場合はただ抜けただけなので、もう一度昆布を植え直してあげましょう。そうすることで元通りに動いてくれます。こういった不具合は装置自体がバグ技なので、ある程度起こってしまうのは仕方がないです。なるべく起こらないようにするために装置稼働中は、離れすぎないこととゲーム終了時は必ず停止させましょう。あと最後に装置の拡張に関してのことですが、こちらはチャンク内に作成するにあたり、単純に横方向に作成するなら13連までになります。13連までの理由としては単純に横方向に拡張する場合、レッドストーン信号が伝わる最大数の15までとなるためです。回路を曲げたりなどする場合は可能ですが、横方向への拡張の場合は注意しましょう。いかがでしたでしょうか？今回は定番であるゼロチェック昆布を使った、昆布式骨粉製造機の作り方のご紹介でした。簡単に作れるのに骨粉の回収量は、かなり多いので重宝する装置になります。ただあくまでもバグ技を使用した装置なので、修正されたら使えなくなる恐れもございます。そのあたりはご自身で判断いただいた上で、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。